はい、皆さんこんにちは、キムです。今回は、絶対にやってほしいイプシロン集会っていうことでやっていこうと思います。はい。で、現にね、オーガ集会やってる方いらっしゃると思うんですけど、なんでわざわざイプシロン集会っていうのをやらないといけないんだっていう方結構多いと思うので、まずは、なんでイプシロン集会をするのかっていうところをご説明した後に、実際に実演して、はい、ちょっとね、コツみたいなのがあるので、そちらもご紹介していければと思っております。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、皆さんね、結構オーガ集会されてる方多いと思うんですけど、まだの方もいらっしゃると思うんですけど、そこでね、結構数をやってる方、これまだあんまりやってないよっていう方は、これから直面する悩みになると思うんですけど、ビーンズがかなり偏るんですよ。はい、で、なぜかというと、オーガ学園に関しては、落ちるビーンズが攻撃、フォワード寄りのビーンズしか落ちないんですね。はい、具体的に言うと赤とピンクと黄色っていうのが基本的にドロップ報酬っていう感じで落ちるんですよ。通常のフォーカスのドロップは違うのも落ちたりするんですけど、大体1試合に 1個2個しか落ちないので、その辺はあんまり換算してないっていう感じなんですけど、最終的な報酬で落ちるのが赤とピンクと黄色だけ落ちるっていう感じなんですよ。はい、なのでそうなると、その何十回何百回何千回って回ってくると、その何十個何百個何千個の差になってくるんですよ。なのでフォワードのビーンズだけは全く困んないんですけど、ディフェンスのビーンズだけ足りないみたいな現象になるんですよね。で、現に私がそうなっていて、はい、そこでディフェンスの豆だけ落ちるとこないかなっていう風に探していたところ、このイプシロンっていうところが一番良かったので、今回ね、動画にさせていただいたっていう感じです。はい、じゃあ早速場所についてやっていこうと思うんですけど、はい、でエリアルートの大体7試合ぐらいしたら、このエリアルートのイプシロン来週っていうのが来るので、ここでやっていくっていうような感じです。はい、で基本的にね、ドロップ報酬とかも変わんないので、基本的にこのオーガ集会と織り交ぜてやっていくっていうのが一番おすすめの方法ですね。なので、同じぐらい半々でやっていけば、ビーンズもね、同じぐらい集まって、一番いいかなと思います。逆に言うとディフェンスのビーンズが足りない時とかは、このイプシロン集会をメインでやるっていうのも全然ありだと思いますし、正直私的に特訓に行って1個ずつ豆を集めるっていうのが結構ね、めんどくさかったというか、あんまり好きじゃなかったので、この方法で基本的にやっているっていう感じです。はい、基本的に特訓もね、結構難しいの多かったりするので、失敗したら結構時間もったいないので、確実に勝てるようなね、こういうところでやっていくのが一番楽かなと思います。あとドロップキャラが変わるぐらいですかね。はい、なので例えばオーガ集会の時についでにバダップも狙ってましたっていう方は、バダップパーティーに入れないと落ちないようになるので、バダップパーティーに入れてからこのイプシロンに来るようにした方がいいかなと思います。ドロップキャラに関してはY ボタンでね、ここ見て Y ボタンを押したら見れるので、はい、これで見てもらえればと思います。はい、じゃあ早速イプシロン集会ね、やっていこうと思います。基本的にヒーローバトルが一番いいかなと思うので、ヒーローバトルでいける方はヒーローバトルで行くようにしてください。はい、じゃあ早速やっていこうと思います。ちょっとね、オーガ集会と似ている部分もあると思うので、オーガ集会ガンガンやってる方はね、少し暇な部分もあると思うんですけど、ぜひね、見ていただけるとありがたいです。はい、じゃあ早速やっていこうと思います。で、基本的に流れはオーガ集会と同じですね。ボールを持ったら、もうそのままフォワードで下がって、もうずっと永遠にね、フォーカスバトルをしていくっていう感じです。はい。で、基本的にこの2トップですね、この2人のフォワードが、ディフェンス技っていうのを持っていないので、この2人にフォーカスバトルをガンガン仕掛けていくっていうのがメインになるかなと思います。はい。で、この右のね、このもじゃもじゃの子と、こっちの、頭になんかつけてる子に関しては、この左の子、今映ってるんですけど、今映ってる子に関しては、ディフェンス技持ってないです。で、この右の子に関しては、もじゃもじゃの子に関してはディフェンス技持っているので、はい。基本的にね、右よりも左より、こっち側でやって、仮に来たとしても全然問題ないようにしとくのが一番おすすめかなと思います。はい。で、基本的にね、ここからはオーガ集会と同じような流れになるんですけど、はい。相手が今、右側にいるので、右に進めば、相手は左に避けていくので、進めるっていう感じですね。はい、これも右側にいるので右に進むって感じです。はい。で、基本的には A 連打をしながら、はい、やっていくっていう感じです。で、A 連打する理由としたら、相手がスライディングをしてくるので、はい、スライディング対策ですね。こんな感じで A ボタン連打しておくとスライディングかわすことできるので、A 連打はね、基本やってもらった方がいいかなと思います。で、基本的にこれをね、前後半やっていくっていうような感じですね。
はい、こんな感じで、私、レアドロップ、今いろんな事情があって60%しかつけれてないんですけど、レアドロップつけるとね、結構、2回に1回とか、そのぐらいの確率で、ガンガンね、レアのアイテム落ちていくので、はい。こんな感じでね、周回していくっていうような感じです。はい、で、一応ね、前回の、オーガの動画で、視聴者さんのコメントから、はい、こうやってドロップしなくなったら、一回この他にパス出して、また戻すといいですよ、みたいな話があったので、はい、もしね、ドロップあんまりしなくなったら、それ試してみるといいかもしれないですね。はい。はい、という感じで後半に進んでいこうと思います。はい、ちょっとね、先進んじゃったんですけども、後半に関しては1点を取りに行くっていう感じですね。はい、で、今、ダッシュしてたので、突っ込んだらファールもらったっていう感じです。はい。で、こいつも抜いていきます。で、基本的にここは普通に1点を取りに行くっていう感じです。ここに関しては結構個人差あると思うので、自分のタイミングで取れるようにしてもらえればと思います。はい、という感じで1点取ったので、はい、やっていこうと思います。で、1点取ったら、はい、基本的に、はい、相手がボール持つので、ここでスライディングしてボール取ってもらって、はい、ボール取ったら、基本的に後ろにパス出して、さっきと同じような形でしてもらうっていうのが一番いいかなと思います。はい。スライディングして、ボール取って、後ろにこう回すっていう感じですね。はい。で、フォーカスしたいキャラにボールを渡して、こんな感じですね。はい。で、またフォーカスをずっとしていくっていうような感じです。で、なんで後半に点を取るのかっていうと、前半って自分ボール持ったままスタートかと思うんですけど、はい、後半がね、相手がボール持った時にスタートなんですよ。なんで、自分がボール持ってる時に、より多くの回数できる前半っていうのは後ろに下がって、で、相手がボール持っている時に関しては、1点を取りに行くっていうような感じが一番おすすめかなと思います。はい、で、相手がね、2回スライディングしてくることもあるんですよ。はい、なので、仮に1回ね、スライディングしてきて、この丸ボタンでこう、かわしたら、他のこういうところにね、当たりいった方がいいです。はい。もう1回同じところに近づくと、2連続で結構スライディングしてきたりするので、そうなったらね、こっちが回転できなくて、ボール取られちゃうので、1回スライディングされて、かわしたら、別のキャラに当たりに行くか、距離を取るっていうのがおすすめです。はい、という感じで喋ってたら、あっという間に終わりましたね。はい。という感じでね、ドロップ落ちたんですけど、基本的にこのビーンズがね、ディフェンス寄りのビーンズ、キーパーのビーンズだったりとかっていう形になるので、はい。完全にオーガと真逆のビーンズが落ちるっていう感じですね。はい。なので、ちょっと今やり方見てもらったんで分かると思うんですけど、はい。オーガと変わらずすごい簡単なんですよね。相手がディフェンス技持ってないのですごい簡単になるので、基本的にオーガと織り交ぜて、ここのイプシロン周回っていうのをやってもらうと、今後ね、ビーンズに困ることはあんまりないかなと思うので、ぜひこの方法を真似してみてください。はい。で、一応ね、このレジェンドボックスとかも落ちるので、基本的に落ちるものはね、オーガと変わんないかなと思います。お、ちょっとびっくりしましたね。報酬でヒーローのエンド来てますね。はい。こんな感じで、めっちゃラッキーなんですけど、ヒーローもゲットすることできるので、はい。ぜひ皆さんもやってみてください。はい、という感じで、このイプシロン周回もね、すごいいい方法かなと私は思って、私もずっとやっているので、ぜひこの方法を真似して皆さんも周回やってみてください。はい、ではこの方法が良かったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。